こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、光の薬の作り方というのをやりたいと思っています。先日の当時のライブの中で、光のね薬っていうのをサトルさんに紹介していただいたんですけども、こちらのハトホルの書っていう本の中に、光の薬の作り方っていうのがあるんですね。でこれは、もう何十年前に書かれているものなんですけれども、やっぱりこのアセンションの時っていうのは結構ウイルス系の病気が蔓延したりとか、あとはなんかいろんな放射能とかね、いろんなものがやっぱりこう結構出てくる時みたいなんですけど、そういう時代のためにこのハトホルっていう存在が、このトム・ケニオンさんっていう人が、そのハトホルをチャネリングして、下ろしてるんですけれども、そちらの中で、こういうね光の薬っていうものを水にエネルギーを転写して、要はこのウイルスに強くなる抵抗力のあるような、薬光の薬、宇宙的なエネルギーの高次元のエネルギーを転写した水を飲むことによって自分自身がいろんなものから免疫力がね強くなるっていうものなんですけれども、ちょっと、どういうふうに、作り方も後でもう一回やりますけれども、どういうものかもう一回読みますね。光の薬は放射線被曝に対する防御やヒーリングのほかに、神経毒や細菌、ウイルス感染の予防と癒しにも適用できます。私はこのメッセージを受け取った後、これ以上の身体的症状、例えばがんなどには適用が可能かどうか尋ねたところ、がんその他あらゆる症状に対しても同様の方法で光の薬を作り、使うことができるとのことでした。そういう感じですね。で言うまでもなく放射線被曝あるいは神経毒や細菌ウイルス感染の流行による体調悪化など深刻な問題にはあらゆる医学的、処置を取ることが、できるということですね。それはねどういうふうに効くか分かんないんですけど、このスピリチュアル的なねこのエネルギーの、力によって、この光の薬を作ることができるということですね。でつまり光の薬は医療や公衆衛生に代わるものとしてではなく、自分のために自分でできる補助的手段として、できるものっていう感じですね。だから自分のために作るっていう感じですね。であとは子供やペット動物のように自分で光の薬を作れない場合はどうでしょうかっていうことに対しては、あなたが代わりに意図してエネルギーを的確化してあげることで同じように光の薬を用いることができると述べています。だから自分で作れない人に関しては子供とかペットに対して、私たちが代わりに作ることもできるということですね。で自分自身が自分のために光の薬を作るときは自分を守り癒すエネルギーを、自分自身の高次元のエネルギーとともに、それを作るっていう感じですね。じゃあちょっとね今やりたいと思いますので、すごい簡単なんですけれどもね、この間やっぱり当時のねライブの中ですごい効果があったので、お水をちょっとね一つ用意していただいて、このお水ですね。で最初にハイヤーセルフにつながって、ハイヤーセルフのエネルギーをハートに1回集めます。でハートに集めて全身に広げていって、その全身に広げたエネルギーを手から出して、手から出したエネルギーをこのお水に転写するっていうのを3回やります。でハイヤーセルフがねよく分かんない方もいると思いますので、ハイヤーセルフのつながり方は、もうどんなつながるって意図したら自分自身の高次元の存在になりますので、いつもつながってるんですけれども、つながるって意図する、自分が意図するっていうのがすごい大事ですね。であと今ちょっと分かりやすい感じで光の玉に入ってハイヤーにつながった状態を作ってやりたいと思っています。じゃあちょっと今からやりますね。それでは、今自分自身がハイヤーセルフにつながると意図してください。ハイヤーセルフにつながりますと言いましょう。ハイヤーセルフにつながります。もうこれでねつながった状態作れるので、ちょっと光の玉がイメージしづらい方はハイヤーセルフにつながるって意図して、ちょっとそこから上からかな、内側からかもしれないし、上からなんか流れてくる感じのさーっていう感じとか、なんかちょっとエネルギー変わったなっていう風になれば OK ですね。であとは、このね光の玉、大きい光の玉をイメージしていただいて、この中に自分自身がすっぽり入ったイメージをしていきます。これがハイヤーにつながった状態になりますので、
OK。やり方はね、何種類もありますので、ちょっとすいませんね。どんなやり方でもいいんですけど、とにかくつながりましたね。そして、この今ハイヤーにつながったエネルギーを、ハートに集めていきます。その光をハートにぐーっとこう凝縮させていくイメージしていただいて、なんとなくね、こういうものっていうのはなんとなくやるのがいいと思いますね。でそのまま、体全身にそのエネルギーが広がるようなイメージをしていきます。で、今ね全身広がった後にお水を持ってこのエネルギーをこのお水に流していきます。手からこのエネルギーが流れていってお水に流れていくイメージを少しします。かなりいってる感じですよね。じゃあはい次もう一回いきます。じゃあもう一回、ハイヤーセルフにつながると意図します。ハイヤーセルフにつながります。で光の玉の方がやりやすい方は光の玉をイメージしていただいて、その中に自分が入ってるイメージでエネルギーをハートに集めていきます。で集めたらそのエネルギーを全身に広げていきます。これでいいかなっていう感じで、早くても全然いいと思います。でまた、ここのねお水に転写していきます。手からエネルギーを流していきます。これねエネルギー流すってすごい気持ちいいんですよ。気持ちいいよね。さーっと流していく2回で、あともう1回ね。じゃあもう1回ハイヤーセルフにつながります。で、光のよくわかんない方は光の玉をイメージしてその中に入ってるイメージでエネルギーをハートに集めます。集まったエネルギーを全身に、広げていってこのエネルギーを手から出します。で水に転写していきます。これね何回もやっぱりやってるとエネルギーの、導線が太くなるからもっともっとエネルギーが出るようになりますね。手とかつながりが太くなる。できたかな。ちょっと飲んでみましょう。わまろやか。そのちょっと今やる前のさお水を一回飲んでいただいた方がよかったね。あともう一回ねやっていただいてもいいけどすごいまろやかになりますね。で当時のライブの中でも、今私まろやかなの感じてますけど、当時のライブの中でもね本当にたくさんの人たちがまろやかになったとか味が変わったとかっていうもうたくさんの実証されてんだよね。こんな簡単なんだけど。はい。でこれがウイルスとか、何かね病気が治るとかではなくて高次元のエネルギーの薬だから、薬っていう言い方なのかな、ヒーリングエネルギーみたいなもんかな。でそれがさ自分自身のエネルギーになりますので、自分のエネルギーで自分を癒すって本当に素晴らしいですね。そういったやり方になりますので、ぜひやってみてください。これは、このハトホルの書っていうものに書いてあります。でこれもう一つね一番最後にすごく大事なメッセージがありまして、ここで一つ付け加えておきたいことがあります。光の薬の作り方を教えてあげる方がそれを作ってあげて依存させるよりもずっといいということです。光の薬を作る力は全ての人に生まれつき備わっています。これは私たちの多次元的才能の一つなのです。誰かが自分で光の薬を作れるように力添えをすることはその人の自己防ちょっと漢字が読めないんだけど自己防衛とかのそういうことに、お手伝いすることになります。ヒーラーの名のもとにあたかも自分に特別なパワーがあるかのように装って光の薬を提供したりするのは好ましいと思いません。光の薬を作ることは人間の、権利であり、全ての人に分かち合われるべきだと感じるからです。そんな感じですね。
これ本当にその宇宙エネルギーって、宇宙とエネルギーとか、この高次元のエネルギーっていうのは全ての人にやっぱりこう解放されているものですし、本当に素晴らしい自分っていうのは存在なんですね。だからこういうスピリチュアルっていうものをどんどん利用していただいて、ご自身のねこの光の薬を作っていただいたり、このハイヤーにやっぱりつながって何回もやるワークだから、つながりも太くなりますしね。これって本当にもう全てのことで言えてることなんじゃないかと思いますので、もしねこういう光の薬を旦那さんに作ってあげたいなと思ったとしたら、ちょっと自分でね作ってあげることもやってもいいと思いますけれども、旦那さんとか大事な人たちにやるときに、でも作り方をね教えてあげるっていうことが一番いいっていうことですね。あとはだから子供とか動物とかの場合は、ご自身が作って代わりにやってあげることもできますので、ぜひやってみてください。で今日の、この光の薬っていうのはウイルスとか、病気とかね体調が悪い時とかそういった時に、このね水に転写して飲むことによって高次元的なエネルギーで自分を癒すっていうことになっていきますので、そんな感じでやってみてください。ではでは。